こんにちは。4G ハンマーソロ攻略のパート7始めていきます。さて、前回唐突に登場したセルレギオス。今回はその討伐に赴きますよ。いよいよパッケージモンスがお出ましだ。これを超えれば星9に昇格だぞ。村上へも後半戦に突入ですね。気合い入れていきますよ。よし、ではやっていこう。遭遇ムービーは別で用意されてるぞ。まあ、霊薬への乱入はよくわかりませんでしたし、改めてお披露目した方がいいでしょうね。というわけで恒例の肉質チェックですが、明確に打撃不利となっております。足にギリ弱得通るのがまだマシだが、常に斬撃より1割不利を背負わされてるよ。一応、頭は若干通りはいいが、だからなんだって話だね。スタン自体も特別取りやすくないですからね。パッケージモンスですらこれですか。とはいえ、実はハンマーとの相性は悪くありません。腹下の張り付きがしやすいです。回避性能がないと怪しい場面は多いけど、小刻みな動きについていきやすいよね。レギオスはどっしり構える系の武器と相性悪いんだけど、ハンマーの身軽さならなんとかなるな。ただ、列車は致命的なので、いつも通りゴリ押しは現金でお願いしますよ。特に怒り状態は注意だね。一発食らうと一気に移りかねん。前回で防具を刷新してはいるが、ランク相応になったってだけだからな。武器とスキルは十分だと思います。あとは立ち回りですね。ハンマーなかなか感触がいいぞ。レギオス相手でも十分通用している。打点の低さと弱点が噛み合ってますね。その場盾さんがよく入ります。ちなみに一応頭を壊してますが、ハンマーオンリーなら無理に壊す必要はないです。レギオスハンマーは一切角素材を使わない。上位から G 級までね。その代わりに翼装はよく使うから、素材的に優遇されてるわけでもないんだが。むしろ角の方が自然に集めやすいですしね。翼の破壊は面倒です。とりあえず今は討伐を目指しましょう。どの道周回必要でしょうし。そうだね、ちゃちゃっと終わらせますか。11分ほどで終わりました。そのまま捕獲に移ります。おお、早い。ハンマーでこれなら十分すぎるぞ。しかも武器が最終強化じゃないですからね。まだ伸びしろがあると思うと嬉しいです。ちょうどこれで星9昇格ですので、いろいろな武器が最終強化可能になりますよ。その分、相手も強くなるけどね。気張っていこう。さあ、ストーリーも無事に進行だ。ドンドルマ復興が再開。ちなみに、前回失敗したレイヤの捕獲については、筆頭ガンダーさんが担ってくれるそうです。我々の次なる目標はグラビモスアシス。これまた大変そうな相手が来ました。素材的には重要な相手だね。しっかり準備して臨むぞ。こちらがその準備ですね。レギオス素材を集めてきました。大正義レギオス武器だね。ハンマーでもしっかり強力だよ。まず生産段階から物理面が頭一つ抜けてる。884の白ゲージは上位全体でもほとんどない。期待値ではキティハンマーとほぼ並んでいます。これでまだ強化を残しているとは。スキルの巧みが完全に無駄にはなりますけど、それでも現状これ以上の火力はありませんね。グラビアシュ相手だと氷も完全無効だからな。これでゴリ押すしかないぜ。それでは黒グラやっていきましょう。原種よりさらに強力に。ただし、物理肉質は常識的な範囲に収まります。これはありがたい。相変わらず水属性推奨な硬さではあるが、無属性でもなんとかなる範囲かな。先方は基本的に原種と同じ。頑張って足の破壊を目指そう。基本、弾かれなければどこ殴ってもいいとは思いますが、ノリで背中を壊せると楽になりますね。背の破壊はサブタゲにもなってたはず。報酬も狙っていきましょう。黒鎧竜の剣客はハンマーにとって重要だ。たくさん集めておきたいね。一応順調ではあるんだが、やっぱ手応えなくてあれだな。無属性ってのもありますからね。エフェクトがしょぼくて少し寂しいです。かといって、水属性を無理に用意しても多分レギオスでいいですからね。この段階だとダレンもゲネル武器も最終強化できん。そうなると物理面で足りなくなるからな。立ち回り自体は問題ない。ちまちま削るしかないな。順調とは言いつつ15分張りに突入。やはり時間はかかりますね。グラビア種も外見はだいぶボロボロだ。背中破壊もできてるからな。上位黒村を無属性は20分も覚悟してる。このエリアで弱れば万々歳よ。ガスが背中から吹き出しています。V破壊がもたらす影響が大きいですね。あ、移動だ。これは弱ったかな。よしよし、弱った。このまま捕獲しちゃおう。クリアタイムは17分30秒ほどでした。意外と悪くないところに落ち着きましたよ。さて、この子については報酬が重要。剣格いっぱい出てほしいです。サブタゲもやってる。期待できるんじゃないか。いいね。剣格がたくさん集まった。多分当面必要な分は揃ったな。いいですね。これについては後々使う予定です。
さらに物語が進行します。今度はレウスアッシュの調査ですね。ガンナーが奇妙な影を見たとのこと。レウスアッシュと分かってるのにこれは一体。とりあえず、クエストの目標はレウスの狩猟のみ。先行玉たくさん作っていこう。怪しい影というのはセルレ君でした。ここに来て急に自己主張し始めましたよ。みんなの話によれば希少な種族だったはず。このバーゲンセールぶりは一体。私が考えても仕方ないか。ハンターとして目標を狩猟するだけだ。装備はそのまま、先行玉を超合分まで持っています。あとは肥やし玉も絶対に忘れてはいけません。このクエ、レギオスがうろついてるからね。行動範囲が被ってて乱入しまくるよ。ということでレウスアッシュ戦の開始。肉質は、まあ普通に打撃不利だね。当たり前のようにある頭ごのさ。これやめていただきたいですね。立ち回りの相性としてはまあまあいいです。ただし先行あり限定。飛んでるとマジで手出しできないからね。打武器と同様、さっさと落として頭だけを狙おう。あと、できればエリア8は即肥やした方がいいね。客がやって一理なしだよ。全 4G マップでも最悪クラスの地形ですよねここ。初期位置ここが多くて困ります。飛んだら即納刀して先行。これを徹底しよう。ここに一切の妥協は禁物。特に怒り状態の飛行は何もいいことなし。墜落時にために、盾さんとつなげるといいです。実はこれ、テイク2の映像なんですが、初回は調合素材を忘れてえらい目に遭いました。まさか先行なしがあれほどとはね。久々に空の王を味わったぜ。せっかくのレギオス武器だが、火力はやや足りてない。スキル面での制約はあるがそれにしてもだ。言うて頭も物理60ですからね。超柔らかいとは言えません。先行の隙をフルで攻撃に回さないと足りませんね。アイテムが尽きたら積むくらいに思ってますよ。上位時点のレウスアッシュってこんな厳しかったっけ？さすがは元パッケージ。10分針に入ったところでようやく弱りました。結構攻撃してたと思いますが。ハンマーの狩猟、早いのか遅いのかよくわからん。モンスによって印象が違いすぎるな。まあ、もともと期待してないってのはありますけど、楽だと思ってたら苦戦するってパターン多いですね。レウス種なんかはまさにそれでした。昔は相性最高クラスに良かったですが。体験やチャークってそんだけ強いんだな。思ったよりこの格差は溝が深い。つうわけで11分25秒で捕獲完了。これでまたシナリオが進むぞ。これを超えると一つ重要な依頼が届きます。また少し寄り道していきますよ。重要な依頼の前にメインストーリーを読んでおく。いや、こっちも重要なのは違いないが。新たな恐竜症の発生源。それを筆頭2名に調査に行ってもらうそうですね。リーダーは渋ってますが、誰かが行かないといけませんね。メインの次なる目的はティガーシュだ。黒い足が続く。しかし、我々の目的はこっち。この警備兵からの依頼だよ。アオレウスの討伐で解禁されます。相手はイアンガルルガですね。こちらも回ではスルーしておりました。ハンマーでの相性は未知数です。ガルルガといえばスタンに弱いイメージだが、果たしてどうかな。で、ガルルガの前に武器強化をするぞ。黒ムラ素材でザボアハンマーがパワーアップ。ヘビープレッシャーですね。上位時点での最終強化です。倍率150は最終としては低めですが、氷500と匠白60が非常に優秀です。ガルルガに氷は大して通らないが、物理面で一番頼れるのはこいつだね。というわけでガルルガ戦やっていこう。肉質はこんな感じ。また頭ごだけ不利なパターンですか。ほんとこれ多いですね。翼が柔らかくて壊しやすいのは嬉しいですが、そうそう狙える部位ではありません。こいつの翼って破壊が重要だけどかなり当てづらいよな。他の部位に座れやすいんだ。この子、サイズの割に壊せる部位多いんですよね。初登場時からそうでした。今回も翼破壊を優先して狙っていきます。翼の素材が4つほど必要なので。スタン1回分は丸々翼に回していくよ。最低限の物理が通るのはありがたいね。早速最初のスタンが入った。やはり気絶の耐性値が低い。スタンは取りやすいですが時間自体は短め。しっかり全タメ当てていきましょうね。しかし、ストーリーやってんなーって感じしますね。毎度この子の翼壊してます。逃亡具の汎用性が高すぎるんだよな。特にガーフ武器には高耳かなり便利だからね。しかも、今回は切れ味5のお守りも引いてる。高耳技物まで楽々発動可能だ。ハンマーらしいスキルがようやく揃いますね。頑張って素材集めましょう。この追馬ミスで避けられないのか。じゃあためで立ち回れないじゃん。ホーミングしながら攻撃してきますからね。ハンマーの移動速度じゃ間に合いません。当然、叩きつけも範囲的に厳しいので、怒り時は割とどうしようもない感じがします。振り向き確定にスタンプ入れるにしても、これはこれでタイミングシビアだよな。基本、回避性能なしだと納刀するほかないかな。叩きつけとブレスだけ差し込む方針が良さそう。
回避系の装備も模索しとかないとですね。いくつか防具パターンを用意しないと厳しそう。ほんと手厚い介護が必要な武器種だぜ。アイテム含めて毎回全力投球だよ。10分経たずに終わりました。火力自体は足りていたようですね。ある程度相性がいいとは思ってたけど、5針捕獲なら十分だね。ハンマー君は全体的に立ち回りの補強が必要。おそらく後半は回避性能と競争薬が鍵になるだろう。とりあえず今はガルルガ防具素材のため周回しましょうね。周回してきた。3周で揃ったぞ。翼で沼らなかったのは嬉しいです。相性いいとはいえ戦いたい相手ではないので。汎用性最強すぎでおなじみガルルガ S メール。今回も大いに頼っていきますよ。適当に倍化して高耳と技物を発動。砥石高速は多分いらないね。ここには見切りが入りそうですね。今はとりあえずこれでいいでしょう。じゃ、新装備でティガーシュ行くか。高耳も役立つはずだ。さあ、それではティガーシュ戦行きます。肉質は相変わらず打撃不利ですが。実は原種より差が小さくなってるんだよね。原種の方は肉質10も差があったが。ハンマー的にはありがたい仕様だ。この後の差が何なのかは謎だが。この辺は今考えても仕方ないですね。ひたすら頭を叩き続けるだけです。ティガーシュ前に高耳を手に入れたのは非常にでかい。攻撃チャンスがかなり増えますね。耳栓ないと方向を使う行動に全く近づけないからな。何分かかるか分かったもんじゃない。アシュは原種より方向を多用するから、この装備はめちゃくちゃ合ってるだろうね。技物も忘れてはいけませんね。レギオス武器はこのスキルが前提。技物がないと白10が一瞬で消えるので、全然強みを活かせませんでした。ようやく物理ハンマーが始まった気がする。ここからどんどん強くしていこう。やはり技物あると全然違うな。白ゲージほぼ維持できてるわ。正直、ハンマーとレギ武器って相性不安でしたが、案外ちゃんと形になるもんですね。白毛であればさすがに火力は足りています。ティガ君もよくひるんでいますよ。高耳もしっかり仕事してるしね。実質火力スキルなしでこれはでかい。これだけ動けてれば希望が持てるよな。もしかして G 級以降もなんとかなるんじゃないの？いや、それはどうでしょうね。またモンスターとの力関係も変わってきますし。このシリーズ、最初から本番は G 級と思ってます。いろいろと不安が大きいです。G 級突入は2、3回後くらいかな。今から楽しみだぜ。ほどなくして弱ったので捕獲しました。タイムは8分3秒。おお、なかなか悪くないじゃん。ハンマーでこれなら十分だよ。やっぱりスキルを妥協しないのが重要だな。寄り道しといてよかったわ。上位なら全然通用していますね。この調子で駆け抜けてしまいましょう。またさらにストーリーが進展。防衛拠点の完成が見えてきたぞ。次の居留砲ができれば完成ですね。展開が早くて助かります。4G はキークへ一つずつ進んでいくので、手応えが感じられます。緊急も割とすぐ発生するしね。装備とか更新しやすくて楽しいぞ。なわけで、次の相手はジオウガーシュ。こいつはちょっと不安だな。原種の時点で立ち回りづらかったですね。ファンネル大丈夫でしょうか。では、いざ主戦参りましょう。まずは肉質チェック。頭は残土で並んでるね。背中だけ打撃の方が硬いのか。この傾向は原種と全く一緒だな。頭狙いなら問題なしってわけだ。問題はうまく頭を狙えるか、ですね。地形も相まって苦戦が予想されます。今のホームランみたくできればいいんだけど、ぶっちゃけ感覚でやってるからな。なんとなく再現性がない気がして不安。タイミングと立ち位置両方調整がいるし。体験とかチャークの硬質は当てやすいんですよね。あっちは上から振り下ろす形なので。ハンマーは強力な攻撃の判定が地面に出るので、オウガ君の頭には当てづらいです。有効になったらヤバそうな予感。果たしてうまく狩れるのだろうか。お、でも最初のスタンはスムーズに入ったぞ。幸先いいね。形態変化する前に削っておきたいですよね。苦しくなるのが目に見えてるので。とりあえずこのスタンはうまく活かせました。技物が効いてて白を維持してます。やっぱストーリーで汎用性は重要だ。これからも活躍してほしいね。さて、流行まといになったわけですが、案の定急に攻めづらくなりましたね。G 級の感覚だとファンネルが避けられん。初クレイジのような絶望感を感じるぞ。一発目って上位からこんな曲がるんだっけ？走ってれば避けれたと思ったが、記憶違いかな。めちゃくちゃはめられております。生還できるのか。あ、死亡確定。また映っちまった。なんか毎動画映ってないかこの企画。ハンマーはとにかく防御面がかなり貧弱。ガードって偉大なんですね。今のオツで完全に気力が尽きた様子。体力スタミナ100で突撃しています。このクエにもレビオスが乱入してきたよ。もうめちゃくちゃ。この子の出現は筆頭が調査中だったと思いますが、刻一刻と事態は悪化しているようですね。
幸いなことに、その後は落ちることなくオフガを削れた。ただしレギオスは許さないけどな。レギオス君は行く先々で邪魔してくれましたね。我々の手で大元を潰してやりたいです。最終的にはオフガの休眠エリアにやってきたよ。こいつ邪魔する性能高すぎる。距離詰めに飛び道具に列車を放っておいた時の鬱陶しさがやばいですね。なんとか先行で止めてオフガを無事捕獲できました。起こされてたら大パン不可避でしたよ。ただでさえ映って気が立ってたからな。色々と危ないところだった。クリアタイムは込み込みで14分25秒。15分いかないだけ良かったか。一応次乱入ですからね。最低限の火力はあったとしておきましょうか。ともあれ、これで巨竜砲が完成しまして、防衛拠点の強化は完了しましたよ。見るからに強力そうな兵器だね。実際、威力もとんでもないんだが。とみんなで盛り上がってたのもつかの間、大慌てのルーキーが乱入してくるぞ。もう乱入はコリゴリなんですが、ただごとではなさそう。次のお相手は恐竜カブラキディオス。本当にやばいのか来ましたね。こいつ大変そう。すんごい不安なんだが。こいつの狩猟は次回に回すとして、合流石がここで解禁されるぞ。レベル1かつ、まだ1個しか持てませんが、タイミングとしてはナイスですね。ということで、次回頑張っていきましょう。もうオツはごめんですが。相手が許してくれるかどうかだからな。お祈りも込みで頑張ろう。ほいじゃ、次の動画で。またね。